こんばんは。見えてますか？合ってるのかな？合ってますかね？こんばんは。4月18日、なぎ帯を担当する乃木坂46の川端ひなです。なぎ帯初登場ということでよろしくお願いします。今は7時半とかですかね。皆さんご飯食べてたりしてるんですかね。今日は皆さん何をしてましたか？何をしてましたか？お肉食べてます。あ、美味しそう。まだ食べてない。いっぱい食べてください。仕事お疲れ様です。学校とか仕事とか多いですね。ありがとうございます。ということで今日は初登場ということなので自己紹介を簡単にしていきたいと思います。名前は川端ひなです。川端ひなです。2011年生まれの1月14日で、2011年は乃木坂46が結成された年と同じ年です。乃木坂46が結成された年に生まれました。あとは休日の過ごし方？休日はなんだろうな。私名探偵コナンが大好きで一日中映画とか見てました。見てます。休日は。どんな性格は友達からは明るいって言われるんですけど、なんだろうな、根っから別に明るいわけではないですあとは乃木坂で好きな曲。でも乃木坂ってなんかいっぱいいい曲ありすぎて選べないですよね。でもなんか自分が好きになったきっかけはさよならの意味がテレビで初披露された時にちょうど家族で見てて、そこから乃木坂が好きになったので、やっぱりさよならの意味とかは大好きです。乃木坂でやりたいことなんだろうな。私は初森ベマーズっていう知ってますかねのドラマが大好きで、私6期生でなんかいつかそういうドラマとかなんかコントとかやってみたいです。夢なんですけど。あとはなんだろうな、好きな食べ物はトマトとお肉が大好きです。でもトマトといえば大先輩に小川彩さんいるじゃないですか。小川彩さんがトマト大好きで、私も大好きなんですよ。でなんか乃木坂工事中で小川彩さんと一緒にこの私の自己紹介を一緒に考えてくださって、そこからなんかLINE をつないでもらったり、あとなんか私がトマトを好きっていうのを聞いてトマトを大量にくれたんです。めっちゃ甘すぎました。フルーツでした。ありがとうございます。1日で食べました。あとそんなところかな。そんなとこですかね。
まあ少し私のことを話したところで、なぎ帯選手権に移りたいと思います。なぎ帯選手権まずは、なぎ帯選手権特別編をやりたいと思います。6期生初登場を記念して6期生全員で競う特別ななぎ帯選手権です。6期生全員で行う競技は6秒66体内時計です。ストップウォッチをして画面を見ないで6秒66ジャストで止めます。6期生の中で最も6秒66に近かったメンバーにはご褒美として素敵なプレゼントが贈られるそうです。楽しみ。なんか素敵なプレゼントまだわからないんですけど、すいません、勝手に始めちゃいました。止め方がわかんない。大丈夫です。というわけでやってみたいと思います。私結構そういう秒数とか時間とか体内時計は結構なんか得意な方で、でもよく体内時計をするときに頭の中でカチッカチッっていう時計を思い浮かべるんですけど、今日もその感覚でちょっとやっていきたいと思います。いきます。ここがスタート。いきます。どうでした？6秒 6？ なるほど。これは微妙なのかな、どうなんだろう。ありがとうございます。さっき、お見せするの忘れてしまったんですけど、これが今までの記録になってます。なんか一発目の瀬戸口みつきちゃんがなんかすごすぎて、なんか初めからちゃんとなんかすごいやつを出さないでほしかったなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、でも割となんか私は長島りおちゃんが結構得意ななんか競技だと思ってたので、意外ですね。面白い。というわけで書いていきたいと思います。川端ひな何でしたっけ。というわけで6秒6だったんですけど、まあ素敵なプレゼントは贈られなかったんですけど、ちょっとそうですね、みつきちゃんには頑張ってほしいです。でもなかなか難しくないですか、6秒66って。なので本当にみつきちゃんすごいなって思います。ありがとうございます。というわけでなぎ帯選手権は以上です。よし、続いては前回メンバーからの宿題があります。これですかね。長島りおちゃんからの宿題なんですけど、川端ひなちゃんなんかすごいひらがな漢字わからなかったのかな。トマトの魅力を教えてというわけで、私この長島りおちゃんの配信見てたんですけど、なんかトマトのなんか酸っぱいジュレが苦手らしいんですね。でもトマト好きから言うとあのジュレが本当にメインなので、もうジュレがちょっと無理だったらちょっと諦めてもらうしかないんですけど、まあ好きなところを教えていきたいなと、トマトの好きなところをお話ししたいなと思います。まずトマトは見た目が良くないですか？なんかクリスマスカラーのコロンとした可愛い見た目と、あとは私甘いのが本当に好きなんですけど、
なんかほぼフルーツで、あと肉厚なのが美味しい。あとは水分補給にもなりますね、あれは。しかも手軽に食べられるので、本当になんかフルーツと変わんないのになんで好きじゃないんだろうっていうのがよくわからなくて。でもなんかトマトの食感、噛んだ時のジュレが飛ぶ感じが私好きなんですけど、でも長島亮ちゃんもなんかチョコレートボンボンをよく作ったりするって言ってて、なんかほぼそれと変わんないのにいいなとか思ってたんですけど、なんというわけで、どうだろう、魅力伝わったかな。でもなんかここだけの裏話で言うと、乃木坂工事中でその6期生紹介があった時に、実は小川彩さんとトマトが好きっていう共通点で、トマトのいいところ古今東西をしたんですけど、ちょっとオンエアされてなくて、ちょっと悔しいですね。魅力が伝わってなくて悔しかったんですけど、どうですか？トマトの魅力伝わりました？伝わったかな？そう、まあ伝わったということで、次回メンバーへの宿題があります。次回メンバーはちょっとどなたかを存じ上げていないのでわからないんですけど、なんか質問、どなたかわからないんですけど、ちょっと質問の案が欲しいです。ありますか？教えてください。なんかありますか？夏の思い出。ひなはら、確かにそうしよっかな。次回メンバーへの宿題宿題は何がいいんですか？あひなはらって何ですか？かわいい告白とかそういう感じですか？そうしようかな。ぶりっ子ゼリフ、そうしよう。書き直したい。よし、書きますね。はい、川端よいしょ、これでいいのかな。よしちょっと誰だかわからないんですけど、次回メンバーへの宿題は全人類を虜にするぶりっ子ゼリフをというわけで、
ちょっとまだ本当にわからないんですけど、ちょっとひなはらコメントが多かったので、ひなはらしてほしいっていうコメントが多かったので、ちょっと初めてのひなはらを使ってみました。ありがとうございますなんかトリコの漢字がわからなくて、ちょっとカタカナにしちゃったんですけど、いいですかね？大丈夫ですか？きついかな。あ、そっか。じゃあちょっと一回書き直しますね。いいかなちょっと全人類がちょっとあれだというコメントがあったので、まあちょっと6期生に変えてみましたいいですかね。6期生をトリコにするぶりっ子ゼリフをちょっとファンの皆さんの前でちょっと言ってほしいです。お願いします。というわけで、続いてのお話しすること、続いては近況報告をやっていきたいと思います。グループの近況についてお話ししたいと思います。38枚目シングルのネーブルオレンジが3月26日に、発売されたということで、昨日はミニライブがありましたね。私もその6期生として初めて参加させていただいたんですけど、ネーブルオレンジもでも交感神経優位は見たんですけど、ユニット楽曲とかもなんか生で見る生パフォーマンスを見るのが初めてで、本当になんか美しすぎましたね。それと昨日は川崎さくらさんとオズレイナちゃんの誕生日で祝ったんですけど、川崎さくらさんといえば実はそのリアルミーグリがあった、そのネーブルオレンジのリアルミーグリを6期生が参加した時、その日かなにさくらさんがお菓子の差し入れをくださって、しかもその一人一人のその紙袋になんか優しいなんかメッセージが書かれてて、本当に嬉しかったです。なんかちゃんと見ててくださったんだなって思って、ちょっと仲良くなりたい先輩の一人です。私でもなんかあまりなんか先輩にあんまりガツって言えるタイプじゃないので、ちょっといい距離の縮め方とかありますか？あるかなそうなんですよ、くださったんです。美味しかった。ツーショット希望。確かにとにかく甘える。ちょっとじゃあやって膝かっくんはないですね。却下です。そうですね、ちょっとやっぱちゃんと言っちゃった方がいいんですかね。行ってみます、これから。なんか最近本当になんか先輩方とお会いする機会とかなんかいろいろ活動も増えてきたので、今ちょっと遠くからこう眺めてるだけになってしまったんですけど、でもなんか森平うるみちゃんとか矢田萌香ちゃんとか、なんか意外となんかその先輩となんか仲良くしてるところを見たりするので、なんでスタートダッシュは一緒だったのに私はただ眺めてるだけなんだっていつも羨ましいなって思いながら見てるんですけど、そうですね、やっぱ
甘えた方がいいのかな。そうですね、ちょっと最年少の特権をここで使うべきというわけで、ありがとうございます。あとは何がありました。あ、そうだ、今日で確かその6期生のリレーブログが2週目になったんですね。いや、なんか早いなって思って、今日は多分あたごここねちゃんだと思うんですけど、楽しみにしててください。でもなんかあたごここねちゃんはなんかなんだろうな、なんかすごい一緒にいると面白くて、なんかリアクションとかもなんかすごい反応してくれるので、言葉に私が独り言みたいな感じでポツンって言った言葉もなんかすごい反応してくれるので、すごく優しいお姉さんです。あとは近況報告、個人的な近況報告いいですか。私さっき名探偵コナンが好きって言ったんですけど、実は今日映画公開日なんですよ。知ってました？見ました？もう見ました？なんだっけ、赤眼のフラッシュバック見ましたか？私はなんかいつだろう、なんかいつかの春休みに見始めて、多分4年生くらい、小学4年生くらいの春休みに見始めて、そこからずっとアニメ派なんですけど見てて、すごいハマっちゃって、けどちゃんと映画館、後から追いかけるんじゃなくて映画館をちゃんと見に行ったのはハロウィンの花嫁が初めてでした。すごいなんかやっぱりハロウィンの花嫁ってなんか昔のお話となんか全てつながってるじゃないですか。そうです、憧れの白石麻衣さんが声優されてましたね。すごい面白かったですね、映画。そして今回の映画もその大先輩の山下美月さんが声をやられてるっていうことで、なんかいいですね。私もいつかやってみたいです、そういうお仕事とか。なんだろうな、コナンで言うと好きな映画は結構古いのも好きで、なんだろうな、世紀末の魔術師とかベーカーストリートの亡霊とか知ってますか？ぜひ見てください。知ってるかな？面白いですよね、ベーカーストリート。面白いんですよ、見てください。これは分かっている人だ。そうなんです。コナンの中での推しキャラは赤井秀一さん。なんかすごいですよね。なんかもう2キロ先 1.2 キロ先とかからちゃんとなんか射抜いちゃう。なんかいや、さすがだとか思いながら見てるんですけど、大好きですね。あと最近ハマったアニメは薬屋の独り言。なんかすごい流行りに乗るのが遅いんですけど、薬屋の独り言最近見始めて見始めたんです。でもなんかその見始めたきっかけは全然まだ最初の方なんですけど、7巻とかだと思うんですけど、
見始めたきっかけは私アーティストさん、好きなアーティストさんがミセスグリーンアップルさんで、今アニメで2期の2クールのオープニングやられてるじゃないですか、クス式。そのミセスグリーンアップルさんからこう見始めて、気になって見始めたんですけど、なんかすごいたまたまちょっと漫画が家にあって、たまたまあって見始めて、なんかすごいハマっちゃって好きですね。はい大好きです。なんだろう、あとなんだろうなあとは今後やってみたいお仕事とか、でもさっき言った名探偵コナンの声とかは憧れるんですけど、私本当に声の質が良くないので、なんか滑舌も悪いので、ちょっとまあやってみたい気持ちはあるんですけど、あとなんだろうな、あとやってみたい仕事、でもこんくらいかな。あとなんか質問したいこととかありますか？ありますかね。ないか。じゃあ突然のスクショタイムということで、ちょっと初めてなんですけど、スクショしてくれるかな。スクショタイムをやっていきたいと思います。何をやればいいんだ。あとなんだ、メガネとかセンスないか。猫耳こう、あとタイムリミットポーズ、2番のタイムリミットあとはほっぺハートはやりません。ピースやっぱ王道がいいのかなとか、そんな感じかな。今日の配信なんかそろそろお時間だそうなので、今日の配信の感想、なんか配信、乃木帯の配信はなんかずっとやる前は緊張してたんですけど、ずっとコメントとか優しい言葉が多くて意外でした。そんな優しい世界なんですね。あとはなんだろう、ずっと独り言を喋ればいいのかなとか、独り言を言ってるのと同じ感じなのかなとか思ってたんですけど、やっぱりそのコメントとかでちゃんとなんかキャッチコピーじゃないな、キャッチボールできてて、すごい面白いですね。楽しかったです。ありがとうございました。というわけで告知というわけでインスタグラム、YouTube、TikTok にて初披露の回の個人ハイライトムービーが公開されているそうです。さらに乃木動画にて初披露の回の直後に撮っていただいたソロインタビューの動画がこの後公開いただけるようです。私のですかね。ぜひこちらもチェックしてみてください。というわけで今日はありがとうございました。意外に早かったですね。ありがとうございました。どこを押せばいいんですか？